皆さん、こんにちは。じゅんです。健康のためにしていることは何かありますか？私は最近食べるもの、食事の内容に気をつけています。今日は日本でバランスがいい食事、体にいい食事について話すときに耳にする孫は優しいという言葉をご紹介します。孫は優しい。聞いたことがありますか？孫優しい。孫は優しい。この言葉はね、こういうものを食べると体にいいよ。こういうものを食べましょうという意味が込められていて、その食材、食べ物の頭文字を覚えやすく語呂合わせにした言葉なんです。孫は優しい。どういうこと？孫は優しいの一文字ずつ体にいい食材を表しているんです。自分の大切な体のために何食べようかなって思った時に、孫は優しいって言葉を覚えていると思い出しやすい。こんな風に語呂合わせっていうのは何かを覚えるため、忘れないために使います。では、一つずつ見ていきましょう。豆。ごま。わかめ。野菜。魚。しいたけ。芋。どうでしょう？豆、ごま、わかめ、野菜、魚、しいたけ、芋。こういうものを毎日食べると体に良さそうですよね。それではもう少し具体的に説明するね。まずは、豆、豆類、大豆、豆腐、味噌、納豆、小豆、エンドウ豆などがありますね。豆には私たち人間の体にとって良質なタンパク質、とても良いタンパク質が含まれています。カルシウムやマグネシウムなどのミネラルも豊富に入っています。納豆や味噌は発酵食品ですね。最近発酵食品が注目されていること知っていますか？発酵食品って何？発酵食品とは細菌、酵母、カビなどの微生物の作用により、微生物の働きによって食材の味や栄養が高くなっている食品です。微生物の働きは私たち人間にとって有害な、悪い、腐敗と有益な、良い、発酵の2つがあります。味噌や醤油などの発酵食品は人間の体に良いと言われています。私たち人間はいつから発酵食品を食べているんでしょう？世界で初めて発酵食品が作られたのは紀元前5000年頃と言われています。牛乳から偶然ヨーグルトができたんだって。ヨーグルトの他にキムチ、ぬか漬け、日本酒、ワイン、
ウーロン茶なども発酵食品ですよ。5、ごま。ごまやナッツ類と呼ばれるアーモンドやくるみなど、ミネラルやビタミン E が豊富で、天然のサプリメントとも呼ばれています。私はほうれん草を茹でて水気を切ったものにごま、醤油、砂糖、分量は4対1対1を和えたり、ナッツを砕いてサラダに振りかけたりして食事に取り入れています。アーモンドやくるみはちょっとお腹が空いた時に食べてもいいみたい。ポテトチップスやチョコレートを食べるよりも罪悪感がないよね。わかめ、海藻類、わかめ、ひじき、海苔、昆布、ミネラルやビタミン K が豊富。日常生活ではお味噌汁にたっぷりわかめを入れたり、きゅうりとわかめの酢の物などを食べることが多いです。野菜、野菜類、緑黄色野菜、単色野菜、根菜、言わずと知れた、言うまでもなく、野菜は体にいいですよね。さまざまなビタミンやミネラルが含まれます。健康にいい、肌にいい、とにかくどんなことを調べても野菜はいつもたくさん摂るように心がけましょうと書いてありますよね。心がけるというのはいつも忘れないようにするということです。皆さんは普段どんな野菜を食べていますか？私が最近よく食べる野菜といえば、レタス、トマト、ズッキーニ、人参かな？今日はこれからスーパーに行くので、なるべく旬の野菜を買いたいなと思います。旬の野菜。旬っていうのはね、自然の中で育てた野菜や果物が取れる季節のことで、一番おいしくて栄養も高いと言われています。今4月なので、旬の野菜といえば、春キャベツ、アスパラガス、新じゃがいも、新玉ねぎなどがあります。キャベツは春と冬に旬を迎える野菜です。次は、魚、魚介類。ここでは特に小型の青魚ですが、魚介類といえば、白身魚、タコ、貝、エビなども入ります。日本は海に囲まれているので、他の国と比べて魚介類を食べる頻度が高い、回数が多いかもしれません。しいたけ、きのこ類、しいたけ、しめじ、えのきだけ、まいたけ、エリンギなど、きのこはビタミン D が豊富ですね。私はきのこが大好きです。シンプルに焼いて、ちょっとお醤油をかけただけでも美味しいし、スープに入れたり、鍋に入れたりします。きのこは低カロリーで低脂質です。きのこは菌でできています。きのこは 100% 菌だけでできています。菌活って聞いたことある？
菌活とは菌類を食べて腸の中の環境を整え、体の内側から健康になること、健康を目指す活動のことです。ちなみに、この菌という漢字、音読みは菌と読むんだけど、訓読みはなんとキノコって読むんですよ。ちょっと話がそれるけど、菌活のように何々活という言葉、最近耳にしませんか？活は活動という意味。よく聞くのは就活、朝活、婚活かな？就活は就職活動のこと。仕事を探すこと。朝活は朝早く起きて仕事に行く前に趣味や勉強などをすること。婚活は婚活の婚は結婚の婚です。つまり結婚相手との出会いを探すことです。イベントに参加したり、ここ数年はマッチングアプリを利用する人も増えているそうです。孫は優しいの話に戻るよ。孫は優しいの最後。芋類、じゃがいも、里芋、長芋、さつまいも、里芋。芋は食物繊維が豊富ですね。寒い時期に日本に来ることがあったら、ぜひ焼き芋を食べてみてね。甘くて、ホクホクしていて、ほっこり幸せな気持ちになりますよ。今日何食べようかなとか、スーパーで献立、メニューに悩んだら、孫は優しいを思い出してね。私は最近花粉症がひどくて、良くなる方法はないかなってインターネットで情報を調べていたの。偶然読んだ記事にね、アレルギー体質だったり、花粉症の人は小麦粉を控えた方がいい。小麦粉をたくさん食べない方がいいって書いてあったの。早速小麦粉を控えてみようと決めて今日で5日目。今のところまだ私の体に変化はありません。たった5日じゃわからないよね。今回小麦粉を控えようとして感じたことは、食事の準備が簡単なものは小麦粉が使われているものが多いということ。パン、パスタ、ピザ、うどん、全部小麦粉が使われているもんね。でもしばらくの間、なるべくできるだけ小麦粉を控えて、孫は優しいの食材を積極的に取り入れた生活をしてみたいと思っています。皆さんは健康のために気をつけていることはありますか？コメント欄で教えてね。いかがでしたか？また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。